皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の1月の27日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜10時32分ということで、1時間半ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本国憲法が抱える根本問題とは何かということで、ナンバー1ですね。この間、いろんな機会を捉えてですね、メインテーマでも取り上げてきたんですけど、それをちょっとまとめてみようということです。今日のメイン、ワイワイニュースライブ通算で2926回目ですね。先週の木曜金曜日はなぜか途中で、配信が途切れまして、2回に分かれたんですね。なぜか分かんないんですけど、今日もまた2回に分かれるかどうかということで、ちょっと気になるところですね。連続して2回に、分断されるってことはもうかなり意図的に、配信妨害されているというふうに、見ても構わないと思いますけどね。ということで今日月曜日の放送を始めたいということです。キララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。ということで今日の最新のお知らせで、先週の金曜日ですね、ワイワイニュースライブで放送したメインテーマ、ブログ記事再掲ということで、英国の風刺画家スティーブ・カット氏作成の風刺画は我々が暮らす超金融資本主義の本質を表しているということで、これの新しいですね、表紙を作ってくれました。このようにスティーブ・カットの彼の風刺画ですね。そしてこの風刺画で、あと3つほどスティーブ・カット氏の風刺画が選ばれたということで、超金融資本主義ということでこういう風刺画ですね。なんかネズミ捕りにかかって、ドル札もかかってるというあれですね。ハッピネス。そしてこれがやはりロシアの国際金融マフィアが高級車に乗ってるのを一般庶民がようやく支えて、歩かされているという、分かりやすいやつですね。ということです。それからそれで1回と2回分かれたんですけど、一応現時点での視聴者数で、ナンバー1とナンバー2を合わせたやつですね。ツイキャスで348名様、YouTube で399ですから、全部で745名様、747名様が視聴されているということです。そして今日の画像ですけど、3つありまして、1つがトピックスのトップで取り上げましたけど、田中隆作さんの記事、京都新聞にですね、例の今週の末日曜日に投開票、2月2日投開票の京都市長選の選挙戦が始まってるんですけど、いわゆる自公、それから立憲民主党、国民民主党、社民党がこぞってですね、このような妨害ビラを京都新聞の方に金払って掲載したっていうんですね。これ大切な京都に
共産党の市長はノーということで、こんなもんよくあれですね、京都新聞も掲載しますよね。選挙戦の真っ只中な中に。選挙広報じゃないでしょ、これは。これ田中隆作さんの記事に載ってたんですよね。それで京都新聞1月26日付朝刊だ、昨日付日曜日の朝刊ですよね。全面広告ですよ。全面広告にこのようないわゆるあからさまな共産党を誹謗する批判するもんですよね、これね。それでここに角川という、現市長、4期目を狙う現市長の顔があって、その下にですね、自由民主党、立憲民主党、国民民主党の県連とか支部の名前が書いてあるんですね。角川大作ですって。というのが堂々とまかり通っていると、こういうことですね。少なくとも京都新聞というのはこういういわゆる誹謗中傷そのものですよね。こういう政治広告を選挙さなかに、全面広告として許すんですかね、京都新聞っていうのは。何のあれもないんですかね、倫理規定も。から2つ目が例の武漢のコロナウイルスで、このように病院に運び込まれた防護服姿の患者、防護服着てるのは医療関係者ですよね。かなり重大な局面になっているということで、今日取り上げる映像の中では武漢の病院ですねの内部を撮った YouTube 映像なんですけど、その廊下にですね、死者がそのまま放置されたまま3人の死者の姿っていうか遺体がそのまま廊下に横たわっていると。誰もそれを処置しないんですね。ということは現在死者が80名なんて言われてますけど、そんなもんじゃないんじゃないのと、政府が隠してんじゃないのという疑いがありますよね。から3つ目がこれもう誰が信じるかって言うんですよね。安倍内閣の支持率 52% ですって。これは NNN という日本テレビと読売新聞が昨日おととい土日の週末に、世論調査したということで、支持する52、支持しない37ですって。誰がこんなでっち上げの数字を信じるんですかと。これほどのデタラメな政治、隠蔽、公文書偽造等々をしている内閣が 52% の支持を得てるっている。もう誰も信じないですよね。捏造数字だと。これを何のてらいもなく日本テレビと読売新聞は世論調査ですと、客観的な数字ですというふうにしてデマを流してるんですね、これね。ということです。誰が信じるこの捏造数字ということですよね。から今日の映像ですけど、今言いましたように武漢の病院で患者3人の遺体が廊下に、
置きっぱなしにされて手が回らないほど大変な状況になっているという YouTube 映像があるんですね。ということです。土山純一さんですね、お茶バク10とコンティニューコインが2枚ですね。から砂ずきんさん、いつも投稿していただいている初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。それから砂月さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。日本国憲法が抱える根本問題とは何かという。から初耳さんが いつもたくさんのコンティニューコインですね。1,2,3,4,5,6枚7枚ですね。ありがとうございます。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。キララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。そして今日の放送の前ですね、砂月さん、不幸を生むカジノはあかんと。東京で全国交流と総決起の集いがあったというレイバーネットですね。それから、傭兵部隊、アメリカ軍兵士を貸し出して金を儲けようとするトランプ大統領とマスコミに載らない海外記事ということですね。それから砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。それから砂月さん、安倍政権御用コメンテーター養成講座を開講と。シスローとは一味違う中立のふりをして安倍擁護する方法をあの人に学ぼうということで、これいいじゃないですね。からさまざまな方法で我々を殺しかねないグローバル経済、マスコミに載らない海外記事と、それから伊方原発ほぼ全ての電源が数秒間喪失と、これひどい、恐ろしいですね。ということですね。はい。それから翔さんですね、コンティニューコインですね。K さん、コンティニューコイン。から砂月さん、もう高げたどころか竹馬状態の上げ底支持と、笑うしかないということですね。誰が信じんのっていうことでしょうね。要するに、こういう捏造世論調査結果を垂れ流す彼は要するに国民はバカだからこんな捏造数字を流しても何の疑いもせず信じんじゃないかというふうに完全に国民をバカにしてるんでしょうね。ヒロさん、今の若者に伝えたいことはということですか。まさに今日のメインテーマなんかまさにそうですけどね。日本国憲法ほとんど読んだことないんじゃないですかね。学校でも教えないと、家庭でも日本国憲法の話題は全然なんないと、仲間内でも日本国憲法の毛の字も話題にならないということで完全に無視され、忘れ去られようとしているという日本国憲法をぜひ若者たちはこの小冊子を一人一冊ですね身につけて、自分で勉強すると、自分で、読むと、条文をですねそのまま解説文なんかいらないんですよ。これを読めばいいんですよ。そして仲間で、これはどういう意味なんだろうということを勉強会を開いてもらいたいということですよね。それが私が若者に伝えたい一番のことですね。ということで今日の今まで取り上げてきたことをアップしますね。マイナス8。超金融資本主義と。だから若者にもそうですよね。ぜひこの日本国憲法とともにですね、我々が今どういう時代に住んでるのかと、どういう社会に住んでるのか
超金融資本主義の社会に住んでんだということをぜひ知ってもらいたいですよね。ということは、単なる金融資本主義じゃなくて、いわゆる実物経済、実体経済、我々が日々、人のために、あるいはのために役立つような価値を生み出す日々の労働、実体経済の20倍、30倍、40倍、50倍もの規模に膨れ上がったいわゆる金融経済という何の価値も生まない、ただ金融商品を左から右へ移すだけと、売買するだけという、いわゆる博打経済ですよね。博打経済が実体経済を破壊し、その養分を吸い取って癌化して、ますます肥大化して、最後は実体経済を完全に殺して自らも滅亡するというような超金融資本主義の時代に我々は暮らしてんだと。それはもうどうしようもないですね。そういう世界から逃れられないということで、このイギリス人の風刺画家スティーブ・カットさんが、こういうふうに、表したように、背広を着た人物、これが国際金融マフィアですよね、が地球を丸ごと粉砕機にかけていると、破壊していると。そして、全てをドル札に変えて自分のものにしているということで、我々の生活の基盤であり、自然環境の基盤であり、全ての動植物の基盤である地球を破壊して粉砕機にかけると。そして全てを金に変えると。そして自分たちの懐に入れるというのが、まさに超金融資本主義そのものの本質を端的に表しているということですね。ですから我々ヒロさん先生にとって、お金の価値とは何ですかと。お金っていうのは要するに、人の役に立つ労働、あるいは物を作る、物をサービスを提供する、あるいは物を運ぶ、あるいは病気の人を治すとかですね、人の役に立つために、人間は存在するんだと。その対価として、お礼として、給料をもらうとか、あるいは利益を得るとかということなんですよね。だから常にお金っていうのは何らかの役に立つ価値を生む行為の代償として、もらうものだというのが本来のお金の価値だと思うんですよね。だから博打経済とか金融経済っていうのはその人の役に立つとか社会のために役立つとかというところとは切り離されて、お金がお金を生むという博打経済だということですよね。ということで視聴者数ですね。で今日の画像ですけど3つですね。京都新聞、昨日の日曜版の全面広告に出されたとんでもない共産党の主張って令和のこと言ってないんだよね。共産党と令和が共同で推薦してるんですよね。
福田さんという人、令和のことを言わないじゃないですか。共産党だけ言ってるんですよね。これが京都新聞ですね。田中隆作じゃない。それから武漢のコロナウイルス、病院は大混乱だと、治療が間に合わないということですね。それと誰が信じるかと、こんな数字ということで、日本テレビと読売新聞が週末に行った安倍内閣支持率調査で 52% が支持しているという全くの大嘘を垂れ流しているということですよね。から今日の映像ですけど、例の YouTube 映像で武漢の病院、死者3人の遺体廊下に置きっぱなしと、手が回らないという映像です。雪マルマさん、拍手ですね。はい。この写真はですね、この映像は武漢赤十字病院の看護師を名乗る女性が撮った動画と、この病院は政府が指定した病院のようで、患者が多すぎてすでに手が回らない状態のようですと、遺体の処理も間に合っていないと、遺体の隣で患者が診察を待っているという、本当そうなんですね。おそらく診察を待っている患者の中で、息絶えた人が出て、その人に白い、布をかけた状態で、そのままに手が回らないんで処置できないと、そのまま放置されていると、こういう状態ですよね。それから今日のフェイクニュースに騙されるなという新しいコラムなんですね。でこれはなぜかというと、情報サイトっていう情報 .com というなんかサイトがあるんですけど、これが昨日付でですね、記事を配信したんですね。で、記事のタイトルは、中国武漢市の新型肺炎ウイルス研究所で作られた生物兵器だった研究所 P4 実験室から漏洩との情報という、こういう記事を流したんですけど、この記事の元々の情報ソースっていうのはワシントン・タイムズというアメリカのワシントンで、これ世界統一協会が発行しているカルト新聞なんですよね。日刊紙でよく間違えるんですよね。ワシントン・ポストと間違えるんですけど、ワシントン・タイムズなんですよ。これはウィキペディアの情報だと、アメリカ合衆国ワシントン DC で発行されている日刊紙と、1982年に世界統一協会神霊協会の創立者である文鮮明によって創刊されたと。2010年までは文鮮明によって設立されたメディア企業ニューズワールドコミュニケーションズが所有していたと。現在は家庭連合の傘下であるオペレーションズホールディングスが所有していると。ワシントン DC に本部があり、発行部数は2013年11月時点で約59,185部と。こういうことなんね。これもう完全にカルト新聞なんですよ。カルト新聞の記事をソースにして、こういう情報を垂れ流すというのはちょっとおかしいんじゃないと。情報 .com はこの
いわゆるワシントン・タイムズっていうのが世界統一教会のカルト新聞だということを知った上で情報を流したのかどうかという大いに疑問ですよね。ということで、これだ。情報 .com、 この記事のソースはワシントンタイムなんですよ。だからワシントンポストと間違えるし、それからタイムズというとニューヨークタイムズのタイムズですよね。だからわざと似たような名前にしたんでしょうね。普通はまともな情報サイトっていうのはこういうようなカルト宗教が主催して発行しているようなメディアを情報ソースとして使わないですよね。でこの記事の URLです。ということで、今日の推奨本の朗読になりましたね。この間ずっと読んでますこのグレタさんのたった一人のストライキということですね。砂月さん、八百山日銀クラスのワシントン・タイムズを信用する情報サイトということです。八重山日報、八重山日報ってそうなんだ。なんか聞いたことありますね。要するにそういうことでしょ。この程度の情報サイトでしかないということでしょ。この本の今日は19回目ですね。タイトルがあと18年クエスチョンマークということで、ここ読みますね。ここ短いんですね。1ページちょっとですね。あと18年、バランスの取れた大気には限りがあると。それはあらゆる生物に平等に与えられた有限な天然資源だと。だが今日のようなスピードで、温室効果ガスを排出していると、この天然資源は長めに見積もっても18年後には枯渇してしまうというと。先駆的な研究者たちによると、私たちにとって最適な大気中の二酸化炭素濃度は350 ppm 以下。ところが現在すでに 410ppm を超え、今後10年から12年以内には 440ppm に達するそうだと。アーランダ空港のカーボンオフセットサービス、薬中カーボンオフセットとは、経済活動などで排出された二酸化炭素のうち、どうしても削減できない分を植林やクリーンエネルギー事業等で削減された分で埋め合わせをしようとする取り組みによれば、ストックホルムと東京を飛行機で往復すると 5.14 トンの二酸化炭素を排出すると。これは総フライト時間約25時間に1人の人間が 200kg の牛肉を食べることに相当すると。世界銀行によると、インドでは1人当たりの平均的排出量は年間 1.7 トン、バングラデシュは 0.5 トンだと。
ストックホルムと東京を飛行機で往復すると 5.14 トンの二酸化炭素を排出すると。そう、もうすぐ私たち自身のエコロジカルフォットプリント、訳中人間の生活が地球や環境にどれほど負荷を与えているかを示す指標、負荷の度合いを資源の再生産や廃棄物の浄化に必要な面積で示す。その値が大きいほど負荷は大きいことになるとを図らずして、連帯や平等について語ることはできなくなるだろうと。正義のために立ち上がる権利を私たちは失いつつあるというのがこのあと18年というところですね。そして明日読むところ、コンピューターに追い越される日ということで、これが19回目ですね。20回目ですね。はい。ということです。第2章に入ったんですね。ということで、今日読んだところのタイトルだけでもアップしますね。ということです。そして今日のメインテーマですね。日本国憲法が抱える根本問題とは何かと。ナンバー1ですね。で、国の最高法規であり、国の在り方と国民生活の基本原理を規定する日本国憲法は以下の根本問題を抱えているということですね。寒川雷蔵さん、うさぎデコフレームですね。で、1ですね。第1条に人間の尊厳の尊重という国家と国民の最高価値基準を規定せずに、大日本帝国憲法と同じ天皇制を持ってきたことと。そういうことなんですね。で、同じ、いわゆるファシズムに国民が総洗脳され、植民地戦争に動員された同じ全体主義の戦争、侵略戦争を経験したドイツと日本との差なんですね。ここドイツ連邦共和国憲法の第1条にはこのように書かれているということで、第1条、人間の尊厳、人権、基本権による拘束ということで、1、人間の尊厳は不可侵であると。これを尊重し、かつ保護することは全ての国家権力の義務であると。2、ドイツ国民はそれゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として不可侵かつ不可条の人権に対する信念を表明すると。3、以下の基本権は直接に提供される法として立法執行権、裁判を拘束すると。これがドイツ連邦共和国憲法基本法の第1条なんですね。それに対して日本国憲法っていうのは天皇制なんですよね。第1条。第1条。天皇は日本国の象徴であり、日本国民の統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと。このわけのわかんない、日本国民の象徴と。日本国民総意の象徴と。で、その権威は主権を存する日本国民の総意に基づく。じゃあ総意に基づくんだったら、国民投票した結果、半数以上の日本国民がこの天皇制を支持した結果なんですかと。一方的じゃないですかと。何の国民の総意の検証なんかしたことないんですよね、これね。一方的に GHQ が作った文書なんですね、これね。ということで、第1条になぜ
ドイツのように人間の尊厳という最高の価値基準を持ってこなかったのかという問題があるわけですね、日本国憲法に。から2つ目、日本国憲法は大日本帝国憲法第73条の改正手続きに従って最後の帝国議会で採択された大日本帝国憲法の改正版なんですね。だから大日本帝国憲法を否定してないんですね。それを容認して継続しているということなんね。だから大日本帝国憲法というのは日本国憲法というのは大日本帝国憲法の基礎の上に、いわゆる建物を修理して、外見だけ、民主的な外見を装った基礎は大日本帝国憲法だという接ぎ木のようなもんなんですよね、これね。本来だったら大日本帝国憲法を全面否定してゼロからドイツみたいに全く新しい基本理念を掲げて、日本国憲法を作るべきだったんですけど、全然できなかったと。そして70数年経った今もできてないという根本問題を抱えてるんですよね、これね。から3つ目の根本問題、主権在民と天皇制は両立しないということね。だから国民の上に天皇とか皇族が位置づけられていると。相変わらず天皇とか皇族を様付けしているということで、これは主権在民とを否定することなんですね。主権は在民にあると、国民にあるということじゃないんですよね。国民の上に、国の象徴としての天皇がいるというわけのわかんない存在として崇められているということは主権在民を否定しているということでしょう。から4番目、日本の議員内閣制は独裁制であるということなんね。で、日本の議員内閣制では総選挙で衆議院の議席の過半数を占めた政党の代表者が自動的に内閣総理大臣に任命されることになっていると。したがって内閣総理大臣というのは行政の長であり、かつ国会の多数を占める党の代表者として内閣と国会の2つの国権を同時に1人が支配管理することになる。すでに独裁なんですよ、これね。すなわち一見民主的に見える日本の議員内閣制は実は内閣総理大臣が立法権と行政権を一人で支配管理できる独裁制なんだと。このことを誰もほとんどというか誰も指摘しないですよね、これね。で、さらに日本国憲法第6条の2項の規定で天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると。こういう規定によって内閣総理大臣は最高裁長官の任命権も持っていると。すなわち日本の内閣総理大臣は立法権も持っている、行政権も持っている、司法権も持っているという3つの国権を一人で支配するという絶対的な独裁権を持っちゃってる世界最強でしょうね、おそらくね。アメリカの大統領はこれほどの3つの国権を一人で持つってことはなってないんですよね。世界最強の独裁者なんだということで、安倍晋三が独裁者だということは間違いないんですけど、彼の個人的ないわゆる独裁的な人を支配したがるような性格ばかりでなくて、日本国憲法が抱えている最大の根本問題である議員内閣制、それと天皇の名において内閣に最高裁長官の指名権を与えていると。このことによって3つの国権を一人で独裁管理すると、独裁的に支配管理する体制になっちゃってるという基本構造の問題なんですよね。
で、あと1、2、3、4、5番目かな。日本の民主主義は間接民主主義の議会制民主主義でしか制度化されてないんだということですね。我々が知っている民主主義とは、選挙で代表者を選んで議会に送り、その代表者たちが法律や制度や物事を多数決定するという議会制民主主義であると。これは国民が最終決定権を持たずに政治家と官僚に最終決定権を持たせる間接民主主義なんですね。で、国民が決定権を持つ直接民主主義っていうのは、日本国憲法の中には制度化されてないと。で、スイスのように10万人以上の賛同署名があれば、政府が1年以内に国民投票を実施し、過半数の賛成があれば憲法改正も可能な国民投票イニシアチブという制度は日本には存在しないんですね。あるいはイギリスのように10万人以上の署名があれば、すべての請願書は議会の委員会に付託され、審議され、場合によっては立法化されるという請願制度というのは日本には存在しないですね。だから日本国憲法にはちゃんとした請願の項目があるんですよ。何条でしたっけ。第16条だ。請願権というのがあるんですよ。ちゃんと書かれてるんですよ。何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないという憲法第16条に規定されてるんですけど、それじゃあ署名をですね、何十万何百万1500万の署名を一生懸命集めて、そして政府内閣あるいは国会に提出しても何の法的な拘束力もないと、単なるセレモニーで、その1500万筆の署名がどこに行ったのかと、提出した後どのような経緯をたどってどこに行ってどうなのかということが一切分かんないですね。だから全てシュレッダーにかけられて、破棄されるんですよ。たとえ1500万人の署名があったとしても。だから日本は憲法で規定されていることが実際には具体化するための立法が手続きの法律がないために、できなくなってるんですね。だから直接民主主義の制度っていうのが日本国憲法にはないんですよ。で7番目、日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権はないと。これは私がいつも言っているように、日本国憲法第41条、国会は国権の最高機関であるという規定に従えば、国会が一番上にあって、その下に、内閣とそれから最高裁があるということで、下に、国会の下位に位置する内閣の長でしかない内閣総理大臣が自分の都合でですね、上位にあって、国権の最高機関である国会を勝手に解散する権限なんかあるはずないんですね。41条で、さらに日本国憲法第7条、天皇の国事行為の第2項に、天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散するという文言があるんですけど、これを根拠にして7条解散ができるというふうに、歴代自民党政権は言ってるんですけど、でもこの憲法第7条っていうのは天皇の国事行為を規定したもんなんですね。
でこの1から10ある国事行為の中で2と3だけが国政行為の文言そのものに書き換えられているということは誰も言わないんですよね。で、第2項っていうのは天皇は内閣の助言と承認により国会を召集すると。で第3項が天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散すると。でこれをもって7条解散できると。内閣総理大臣は衆議院の解散権を持ってんだと。天皇の名において内閣の助言と承認によって衆議院を解散できるんだという根拠にしてるんですけど、それじゃあもともとの憲法7条っていうのは天皇の国事行為を規定してるんですよね。で他の国事行為の規定っていうのは一体何かということなんですけど、全部で10あるんですよ。で1、天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行うということで、国事に関する行為ですよ。1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すると。だから公布するっていうのはそうですよね。国事行為なんですね。でも2になると突然違うんですよ。国会を召集することになっちゃうんだね。3も衆議院を解散すること。これ国事行為じゃないでしょ。国政行為でしょ。そのものでしょ。で4になるとまた国事行為なんですよ。国会議員の総選挙の施行を公示すると。で5もこれは国務大臣及び法律を定めるその他の管理の任免及び全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すると。これも国事行為ですよね。6、大社、御社、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する。認証ですよね。国事行為。7、栄転を授与する。これも国事行為。8、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。これも国事行為。9番、外国の大使及び公使を切除する。これも国事行為。10、儀式を行う。国事行為。だからこの憲法第7条天皇の国事行為に規定されている10項目のうち2と3だけがなぜか国政行為の文言に差し替えられて、1からその他の8つの国事行為は全ていわゆる形式的な国政行為じゃなくて国事行為の文言、本来の文言になってるんですけど、第2と第3だけが巧妙にすり替えられて、国会を召集するとか衆議院を解散するっていうのは国事行為じゃないでしょ。国政行為そのものでしょ。だからこの日本国憲法の条文を起案し施行したGHQ が巧妙にこの憲法第7条2項の2と3を文言を差し替えたということなんですね。本来だったら2っていうのは天皇は内閣の助言と承認により、2っていうのは国会の召集を公示すると。3っていうのは天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を公示するという文言になるはずなんですけど、巧妙にすり替えられたんですね。すり替えたんですね GHQ が。なぜかというと彼らの傀儡政権に自民党ですよね、後の1955年に保守合同して CIA の資金で保守合同させた自民党に衆議院の解散権を与えて憲法上、そして自分が勝てる時期、野党に金がない、野党が分裂しているという時期を狙って衆議院を解散して総選挙をすれば必ず勝つわけですよね。ですから傀儡政党自民党が必ず
総選挙で勝てるような条文にすり替えて、この憲法第7条の2項と3項をすり替えたということなんですね。というのが根本問題だから、歴代自民党政権がなぜ、戦後70数年にわたって2度の例外を除いて、日本の政治を独占してきたかなと。それは自分たちに解散権があるという大嘘をついて、憲法違反の大嘘をついて、自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙すると。そしてありとあらゆる権力を使うと、ありとあらゆる特権を使うと、利権をばらまくということで、集票してきた結果なんですよね。それから同時に日本の内閣は8番目、日本の内閣は憲法の法案の規範権も国会の提出権も持たないんだと。持っているのは国会議員なんだということですね。でも今までのほとんど全ての日本で成立した法律というのは、歴代自民党内閣が規範し、閣議決定して国会に提出し、国会でなおざりの審議をして時間が来たということで、委員会で強行採決して、委員会採決を通過させ、そして衆議院を通過させると。そして同じような手続きで参議院も参議院の委員会に提案して、おざなりの審議をして時間が経ったら、これで、審議を十分尽くしたからということで、強行採決して参議院で成立させると。そういう全く本来憲法違反である法律の規範権も持たないと。法案の国会提出権を持たない内閣がなぜ、立法府を差し置いて、全ての法案を自分たちで、規範して国会に提出するのかと。それ自体問題にすべきでしょ。誰も問題にしないんですね、これね。で、憲法第41条ですよね。国会は国の唯一の立法機関であるというふうに規定されてるんですね。だから立法機関であるってことは、立法ですから、規範権、国会の提出権も含めた立法なんですよね。ありとあらゆる法律に関する作業は全て、国会にあるということなんです。内閣にが出る幕はないんですよ、もともと。アメリカの大統領っていうのはそうですよね。立法権がないんですよね。だから一般教書ということで、自分の政策等々を念書に、議員とから国民に向けて発表し、それを受けて、いわゆる議会の多数派である大統領派の、共和党あるいは民主党が議員立法するということで成り立つんですよね。それから9番目、日本国憲法には条文の規定に違反したものに対する罰則規定がないと。そうなんですね。だから罰則規定ないから、特に憲法第99条のこの憲法を尊重し遵守するのは全ての公務員だと、政治家と官僚だと、あるいは天皇だというふうに規定されてるんですけど、罰則規定がないために、誰もこの憲法を守らないというとんでもないことが起こって、それから日本には本当の憲法の番人は存在しないんだと。憲法第81条で、最高裁判所が唯一の立法審査権を持っている
裁判所であるというふうに規定されてるんですけど、でも憲法の番人としての職務はほとんど日本の最高裁は果たしてないと。たった戦後70年以上にわたって、憲法違反の判決を出したのが20件ぐらいしかないんですね。それもその政権与党のいわゆる根幹に、根幹を揺るがすような憲法違反ではなくて、どうでもいいような条文の憲法違反しか出さないと。これに対してドイツの連邦裁判所っていうのは500件以上の憲法違反の判決出してるんですね。だから本当の意味の憲法の番人っていうのは憲法裁判所を作らないとダメだということでしょうね。それから何番目10番目、日本国憲法は外国と締結した条約を憲法の上に置いて治外法権化しているという典型的なのが日米安保条約あるいは日米地位協定ですよね。日本国憲法の上にあるから誰も治外法権化して誰も改正できないという唯一日米安保条約は一方的に破棄はできるんですね。だから破棄すべきなんですよ、こんなの。ということです。みゆみゆさん、コンティニューコインですね。から中野319さん、コンティニューコイン。内閣総理大臣の独裁を許す憲法の下ではでの過失は恐ろしいことです。そうなんですよ。恐ろしいんですよ。日本の憲法学者ってこういうことをなんで言わないんですかね。あるいはいわゆる左翼と言われる、日本共産党を含めた左翼あるいは市民運動の活動家たちはなんで日本国憲法を守れということしか言わないんですかね。日本国憲法が持っているこのような根本問題を全部暴露してですね、この根本問題を解決するために全く新しい、市民革命政権を樹立するしかないんだと。こういう解決策っていうのはなぜ彼らは提示できないんですかね。憲法を守れ、というだけでは勝てないですよ、本当。というのが今日のメインテーマでした。ということで、ポイントだけですね。現在56分27秒ですか。視聴されてる方が20なんか目がしょぼついちゃった時で、33名様、全体で112名様、コメント23件ですね。今日のメインテーマ、日本国憲法っていうのは本当守れっていうとばかりじゃダメなんですね。このような日本国憲法が根本的に抱えている問題をそれじゃどうすれば解決できるんですかという議論を持たないといけないんですよね。第一に人間の尊厳という最高価値基準を設けないで天皇制を持ってきているという第一条ですね。憲法の第一条というのは一番最高価値最高基準を普通は持ってくんですよね。で、ドイツの基本法第一条、人間の尊厳は不可侵であると、これを尊重しかつ
保護することは全ての国家権力の義務であるって書いてあるんですよ。から2と3。2、ドイツ国民はそれゆえ世界におけるあらゆる人間共同体平和及び正義の基礎として不可侵かつ不可条の人権に対する信念を表明すると。3、以下の基本権は直接に、提供される法として立法執行権裁判を拘束するという、これが本来だったら日本憲法の第1条に持ってくるべき条文ですよね。そうじゃないんですね。2、日本国憲法は大日本帝国憲法第73条の改正手続きに従って最後の帝国議会で採択された大日本帝国憲法の改正案でありと、大日本帝国憲法を否定しないで、容認し継続していると、これなんですよ。だから日本会議みたいな、あるいは神社本庁みたいな、あるいは靖国神社みたいな、いわゆる戦前からの天皇教、大日本帝国憲法、あるいは大東亜戦争を肯定するような勢力がずっと温存されてきたというのはこのためなんですよね。否定されてないから。で、主権在民と天皇制は両立しないということで、国民の上に存在するわけのわかんない、象徴、統合の象徴としての天皇と様付けされる皇族というので、主権在民ではない、否定してるわけですよね、天皇制っていうのはね。たとえ象徴天皇制と言ってても、名前を変えただけの天皇制ですからね。だから日本の議院内閣制は独裁制であるということで、日本の議員内閣制っていうのは、衆議院の総選挙ですね、衆議院の議席の過半数以上を獲得した政党の代表者が同時に、内閣の総理大臣に任命されると。だからその時点で2つの国会と内閣を1人の内閣総理大臣が支配し管理することになるわけですね。でしかもさらに日本国憲法第6条の第2項によって天皇の名において、内閣総理大臣は最高裁長官を任命するということですよね。国権のすなわち、立憲民主的に見える議員内閣制度は、実は内閣総理大臣が立法権と行政権を一人で支配管理できる独裁制なんだということなんですね。だから大統領制じゃないとダメなんですよ、三権分立言うんだったら。でさらに日本国憲法第6条2項の規定で、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判事長官を任命するということによって、内閣総理大臣は最高裁長官の任命権を持つということは、司法権も持っちゃうということですよね。だから日本会議みたいな極天皇カルト宗教をここまで拡大してきたのが2人の最高裁の長官だったということと同じ構図なんですよね。任命権を持っていると。したがって日本の内閣総理大臣は立法権、行政権、司法権の3つの国権を一人で管理する絶対的、独裁権を持っている世界最強の独裁者なんだと。そうなんですよ。だからそれをフルに利用してるのが安倍晋三でしょ。
それまでの自民党の歴代総理っていうのは中曽根とか、あるいは独裁的な小泉純一郎とか等々いましたけど、でも自民党の中のハト派の首相っていうのはまずその独裁権力を安倍みたいにですね十分に、使い切らないで、退陣するということだったんですけど、この独裁的ないわゆる日本国憲法が保障している日本内閣総理大臣が持つ独裁的な権力を十分に活用した人間というのが岸信介であり、そして、弟の佐藤栄作であり、そして中曽根であり、そして小泉純一郎であり、そして安倍晋三だと。安倍晋三がもう最悪最長の独裁者として、7年以上も君臨しているという最悪の状態ですよね。から日本の民主主義は議会制民主主義であり、直接民主主義っていうのは制度化されてないと。だから我々が学校で教わる民主主義っていうのは議会制民主主義しか教わってないんですよね。直線民主主義っていうのは日本には存在しないと。だから本来の民主主義っていうのは直接民主主義なんですね。国民が最終決定権を持つと、決定権を持つというのが直接民主主義で、スイス10万人以上の署名が集まれば、1年半以内に政府は、たとえ政府が反対したとしてもですね、国民投票にかけないといけないですね。国民投票イニシアチブという制度、これは日本にはないんですね。から日本の請願制度においても何十万署名何百万署名集めては単に紙くずでしかないということですよね。イギリスみたいに10万人以上の請願署名があれば、少なくとも議会の委員会には付託されて審議されると。で場合によっては立法化されるということなんですけど、日本は1500万人の署名を集めても単なる紙くず、無駄でしかないですね。から日本の内閣総理大臣には衆議院の解散権がないと。これですよね。憲法第41条。国会は国権の最高機関であると。その最高機関の内閣じゃない、国会はですね、国会は国権の最高機関であるという規定に従えば、最高の位置に国会があり、その下に内閣と最高裁があるということなんで、国会の下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が自分の都合で、野党に金がないとか野党が分裂しているという弱みにつけ込んで、衆議院を解散してきたと。ずっとそうなんですね。だから勝つのが当たり前だということなんですけど、そして、さらに憲法第7条の天皇の国事行為の第2項に書かれている文言が国事行為じゃなくて国政行為の文言に差し替えられていると。第2項と第3項ですね。これ第2じゃないや、第3だ。失礼しました。第2は
衆議院の召集ですね、内閣の召集、国会の召集です。第3項が衆議院の解散なんです。本来の意味の天皇の国事行為であれば、天皇は内閣の助言と承認によって衆議院を解散することを公示するという文言になるはずなんですけど、それが国政行為そのものの衆議院を解散するっていうになっちゃうんですね。それから日本の内閣には法案の立法権も国会への提出権もないんだと。それを持っているのは国会であり国会議員なんだと。これはもう憲法41条の規定なんですね。これは国会は国の唯一の立法機関であるという規定があるんですよね。だから唯一の立法機関ということは、立法の中に当然法案の規範も入っているんですから、全ての立法に関する職務は内閣ではなくて国会にあるということですよね。特に安倍氏が署名とか大嫌いだから目を通すことは考えられないという砂月さんです。紙くずなんですよね、彼らにとって。から日本国憲法には条文の規定に違反したものに対する罰則規定がないと。日本国憲法は条文の規定を実行する義務を政府に課してないと。義務として課してないんですね。そして義務を行った政治家とか官僚とか政府に対する罰則規定がないということですから、憲法第99条の規定で全ての公務員、政治家、天皇、官僚はこの憲法を遵守し、尊重し、遵守する義務を負うというふうに書かれてるんですけど、安倍晋三以下自民党、歴代自民党っていうのは花からですね、この日本国憲法を改正するという名のもとに、憲法自体を無にするという憲法無視なんですね。憲法破壊、憲法無視を党是とするのが自民党ですから、そんなものが大手を振るって70年間日本の政治を独占してきたというとんでもないことが起こったっていうのは罰則規定がないからですよ。それから実行する義務を政府に課してないという、だから憲法第ドイツ憲法第1条みたいに、人間の尊厳を尊重することは国家権力の義務であるというふうに規定してるんですね。そういう義務化の規定は一切ないということですよね。憲法第25条の人間の尊厳、最低限の衛生的な健康で、文化的な生活を保障するというのが政府の義務であるというふうに書いてないんですよね。そうですよね。憲法違反は公民権永久停止か国外追放処分と。いいでしょうね。そういう規定を設けましょうよ。あらゆる公務員ですよね。政治家と官僚が憲法違反を犯した場合は公民権永久停止、あるいは国外追放処分と。いいですね。そうすれば彼らは憲法を守るようになるんですよ。だから憲法の番人はいないと。本当の憲法の番人いないと。憲法裁判所を作らなくちゃいけないんですね。本当の憲法の番人である。
それと外国と締結した条約とか協定、が治外法権になっていると、憲法よりも上に来ちゃってるということですよね。これは日本国憲法の第何条でしたっけ、89条か、89条98条だ。憲法の最高法規、条約及び、国際法規の遵守ということで、1が憲法は国の最高法規であると、その条規に、反する法律、命令、消直及び、国民に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しないという最高法規だって歌ってるんですけど、第2項で日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とするという。だから憲法との関係をわざと書いてないんですね。本来だったら外国と締結した条約及び協定は日本国憲法に依拠するというふうに書くべきなんですよね。というのが今日のメインテーマでした。もう1時間19分ですか。10分か。70分ですね。ということで今日のトピックスですね。京都市長選挙ヘイト赤狩りの指摘もと、自公立憲陣営が批判的な全面広告、排他的な全面広告ということで、田中隆作ジャーナルさん、ここまでやるかっていうことでしょうね。これは本来だったら公職選挙法違反で、選挙管理委員会が差し止めないといけないんですよね、これね、本来だったら。今日のトピックスこれだ。選挙管理委員会っていうのは内閣の下に、総務省の下に入っちゃってるから、その政権の意思が働いちゃうんですけど、本来だったら ありとあらゆる監督あるいは監視機関というのは衆議院の中に移管すべきなんですよね。公正取引委員会とか選挙管理委員会とか教育委員会とか等々は全て、内閣の中じゃなくて、衆議院の中の常設機関として、置くというふうにしないとダメなんですね。角川氏は日本会議系と、そうでしょうね。山本太郎氏は憲法の方が優先すると誤解している可能性があるようですと。憲法の方が優先する、何に関してなんですかね。ということと、それから2つ目、新型コロナウイルス潜伏期間にも感染患者死者は80人ということで、BBC ニュースジャパンですね。潜伏期間中感染するっていうのはそれほど強力なんですよね、これ。それから
オランダ政府第二次世界大戦中のユダヤ人、迫害めぐり初の謝罪ということで、日本は謝罪なんか一切してないですからね。オランダで70数年、70年、今年でアウシュビッツ強制収容所犠牲者追悼が行われたんですね。その席でオランダ政府として正式に謝罪したと。75年だ。75年もなぜ待たなきゃいけないのかという批判が出てるんですよね。あ、そっか。砂月さん、外国との条約に対し憲法が優先すると誤解の可能性。だから日本国憲法の規定第、9条8条は憲法とそれから外国との協定条約の関係っていうのをわざとぼやかしてるんですね。だから実質的に違い法権化しているということで、本来だったら憲法が優先すべきなんですよ。からドイツ外相、ユダヤ人の大脱出に、警告、反ユダヤ主義への対策を求めるという。だからドイツは反ユダヤ主義が蔓延して、ドイツ在住のユダヤ人は2人に1人海外に移住したいと、脱出したいと思っているということに対して、このままいけばドイツからユダヤ人が大脱出するという危険性があるということを言ってるわけですよね。からトランプ氏のツイートに、脅威感じたということで、米連邦裁判の首席検察官が主張しているということで、首席検察官が民主党の下院議員なんですね。アダム・シフという。だからトランプはこのアダム・シフに対して、脅迫的なツイッターを繰り返し送ってるということなんね。アダム・シフは腐敗した政治家だと、非常にキモい男なのだろうと、彼はまだ我が国に対してしでかしたことへの代償を払ってないと。これもう完全に巨悪だよね、これね。卑劣なアダム・シフ。とんでもないやつだね、トランプ。そして最後、中国、世界第2位の兵器生産国になったと。ロシアを抜くということで、アメリカ、中国、ロシアになってるんですね。これは AFP 日本語版です。そして今日の重要情報、韓国のフッ素化、長州新聞ですね。韓国のフッ素化水素国内生産が進展と、日本企業を危機に追いやる安倍政府の輸出規制ということで、これかなり具体的に日本が独占的に
輸出競争力を持ってたものが安倍のバカな輸出規制によって、輸出できなくなったと。その間に韓国は自主生産の体制を短期間にやり遂げたから、結局日本の独占支配が崩壊したと、解体したということで、長州新聞ですね。砂月さん、立憲、国民民主、社民党、あなた方は日本会議にひれ伏すのでしょうかと。マルチニーメラーの詩を読んだことありますかと。砂月さんですね。ということで、今週日曜日ですよね。結果がわかるでしょう。福田さんが圧勝するんじゃないですか。このままいけば。ということで今日の放送はこれで終わりです。時間が1時間26分ですか。それで37名様、全体で131名様、コメントが61件ということでしたね。時間が日本時間の夜の11時、58分はもう真夜中ですね。12時近いですね。ほぼ真夜中ですね。ということで今日の放送の開始時間が1時間半ですから、10時半だったんで1時間半だから、そうですね、真夜中ですね。12時ですね。お疲れ様でした。ちょっと遅すぎましたね。ということで、できるだけ早く放送を開始したいということで、なかなかメインテーマの策定がですね、時間かかるんですよね。ということで、言い訳なんですけど。ということで今日の放送はこれで終わります。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんの、ギフトですね、いただきました。ありがとうございました。砂月さん、お疲れ様でした。福山さんですね。福山さん、和人さんですね。はい。ということで、ぜひ圧勝してもらいたいですね。これが潮目になって、大逆転の開始でしょうね。そして、令和と共産党を中心にして、立憲民主党とか国民民主党の中から個別に、100%純度 100% の野党政権樹立に向けた陣営が急速に整えられるんじゃないですかね。ということで今日の放送終わりです。お疲れ様でした。